今日は松竹の株主総会に来ました。大阪松竹座はどうなるのか、そしてこの本社建て替えはどうなるのか、行ってみましょう。皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は松竹株式会社の株主総会に来ました。大阪松竹座の、今日は千秋楽、そして閉館の最後の日です。そんな日に松竹は株主総会を行います。私の方、実はこの株主総会のレポート7年目です。 YouTube に7回分上がってるんで、ぜひ過去分もご覧ください。ということで、どんな株主総会になるか、荒れるのかスムーズに終わるのかドキドキしますけども、それではこの後ろの東劇松竹本社で行われる株主総会に行ってみましょう。レッツゴー。今、松竹株式会社の株主総会が終わりました。1時間約25分、すごく質問も多岐にわたって、あと質問する人も男性女性若い女性の質問もたくさん出て、意外ととてもいい株主総会だったと思います。私自身も以前一部上場企業で株主総会の運営を担当したりしたことがありますし、いろんな株主総会行ってきました。もっと松竹座で荒れるかと思ったら、意外と本当にいい株主総会だと思います。やっぱり松竹っていうのは、個人株主に愛されているという会社だと思いました。大きく構成、会社全体の話、そして、演劇歌舞伎外の話、そして歌舞伎の話、松竹座の話というふうに分けて、ポイントをお届けしたいと思います。まず全体としては、売上営業利益とも、大幅に近年ない黒字と伸びということで、売上982億円、前年比 17% 増し、そして営業利益61億円、前年比なんと 270% 増しということで、とても好調です。創業130周年と、そして今日は160回の定時株主総会ということで、まさに記念すべき株主総会でした。そして、他部門ということですと、映像は、15億超えの3作品もあるし、営業業界全体が昨年度最高ということだそうです。そして不動産事業は高い稼働率を維持と、で特に東銀座エリアマネジメントというのに、今後力を入れると、築地市場の跡地を睨みながらという話でした。そしてその他は、忍たまの商品開発とか、あとゲームがアサイトというゲーム、少女ホラーらしいんですけども、好評という話でした。配当も30円プラス特別配当10円ということで、この好業績に株主も恩恵があったということです。皆さんもよろしければぜひ松竹の株を持って歌舞伎を応援しましょう。そして、ミッションとして日本文化の発展ということも言ってました。あと、質問では、全体的な話では、その東銀座の再開発、非常な資金もかかるはずだと、年数もかかるはずだと、そこら辺について教えてくださいという質問がありました。都市計画もあるので、いろいろ今後確定してからという話でした。その中でもちろん、金融の調達もあるし、資産売却もあるという話もありました。そして日経新聞に掲載されたこの本社ビルの取り壊しと再開発、10年はかかるだろうという話はしてました。なるべく工期を短くしてコストを抑えたいという話をしてました。あと、なるほどなと
思ったのは、この定款変更でありますけれども、コンピューターゲームに対する新規事業どうなんですかと、これ若い女性の方が、歌舞伎ファンの方がしていました。PC 向けのインフラの上に作るのをメインにしてて、24年に6本、昨年度は7本、そして今年度は11本から15本、公開リリースすると。で、昨年度までに13本配信したけども、9本がうまくいっていると、ゲーム業界の中ではうまくいっていると。そして今後は、ぜひアニメ化、そして劇場化等のコラボレーションも検討したいという話でした。次に演劇関連の話です。演劇では、昨年度、歌舞伎中心に、忠臣蔵、そして、菅原伝授、そして四つ千本桜とやっぱり三大投手狂言、あとは菊五郎さん、菊之助さんの襲名、そして、ショーマストゴーン等の新作が良かったという話をしてました。その中で英語の国宝という話は一言も出ませんでした。他社の話だからだと思います。でもその恩恵は、とても受けたのかなというふうに思います。本当演劇6年ぶりに黒字ということで、ずっとコロナ後苦戦していたんだなと。でもやっと黒字に昨年度なったということで喜ばしいと思います。これからも応援しましょう。演劇関連全体の質問としては、一つは、玉三郎さん女系図とか新派のものが、歌舞伎座でかかってるけどどうなんだと、これに対しては、山根さんが答えてました。本当にこの株主総会、山根さん、質疑で大活躍でした。難しい質問だと山根さんも言ってました。歌舞伎とは何なのかという部分もあると。新派とか、松竹歌劇団とか、以前も歌舞伎座でかかってたと。それとやっぱり玉三郎さん稀有の役者だということで、多様性を生かすという話をしてました。で、玉三郎さん歌舞伎だけじゃなくて、新劇もできると、天守物語もできるということで、これからも多様にいきたいという話をされてました。あと、歌舞伎以外の全体としては、鋭いなと思ったのは審判についてという質問もありました。若い女性です。90近い2代女優が中心だがと、今後若手スターを育てないのかということについては、山根さん素直に、女性男性の新派スターを育てたいと、新派とあと松竹新喜劇育てたいと、でもなかなか苦戦していると。ただ新派や新喜劇の中で今の作家では書けない良い作品があるという話をされてました。あと歌舞伎関連の質問としては、市川ぼたんちゃんとか、あとは寺科忍さんが歌舞伎に出てるけど女性の歌舞伎何歳まで出られるのかと、どういう位置づけかという質問がありました。山根さんは、女優を生かせる演目とそうでない演目もあると。で、以前は、松たか子さんとか波野栗子さんも出たということで、今後もあり得ると。そして、特に年齢制限は設けてないという話をしてました。ぼたんちゃんの、生きる歌舞伎俳優との共演が生きるという芝居は今後も継続するだろうという話をしてました。あと歌舞伎関連だと、歌舞伎の作り方で新作、ルパンのファンの方でしょうか、ルパン三世はどうやって作ったかみたいな質問もありました。山根さんからはやっぱりアニメの歌舞伎化というのは、歌舞伎の古典と新作の両輪の中で、その新作の方に入りますと。今後はもののけ姫、来年再来年もあると。そしてアニメに関しては、現代のオピニオンリーダーだと。でプロデューサーが日々探っていると。ルパンは、現状でも生きてる、アニメだと。しかも白波五人男とつなげるといいんじゃないかっていうアイディアから始まったそうです。企画から2年、そして芝居は半年でできたという話もありました。あと鋭い若い女性からの質問で、歌舞伎を気軽に見に行きたいと、まだ見たことないと。で、映画館のように、一幕見席も株主優待で行けないかと。山根さんからは一幕見席は数が少なくて今でもすぐなくなってしまうので、正直言って難しいという話がありました。
あと最後に松竹座に関してです。松竹座1923年大正12年に映画館としてできたと。で、改装されてから30年ということだそうです。今後解体して大阪府や大阪市と今後協議していると。新たな文化発信として、相応の期間はかかるだろうという話がありました。株主からの質問としては、神戸から来たという方、南座年2回、松竹座年2回、それが松竹座が閉館するとどうなるんだ、神戸から、少し京都は遠いという話もありました。あと花道がある劇場が松竹座以外と大阪にはないという話もありました。で、関西事業どうするのかという質問がありました。山根さんからは、今日無事にまさに松竹座で千秋楽を迎えますと。一旦閉館するけども歌舞伎公演としては大阪で、1月の新歌舞伎座はじめとして、場所を変えて実現すると。そしていろんな会場と調整しているという話がありました。南座に関してはやっぱり12月の顔見せという特別なものもあるし、今後も大切にすると。ただ大阪や南座年に何回の公演かはちょっと約束はできませんという話がありました。あと松竹座に関して私からも質問をさせていただきました。松竹座、理由が老朽化と言ってるけど本当ですかと。なんで30年で老朽化してしまうんですかと。あと今後の関西の戦略ありますかと。松竹座少しお客さんが少ないという気もしますと。あと南座はインバウンドや舞台のバックステージツアーみたいに工夫しているのに大阪松竹座はどうなんですかと、今後の戦略はという質問させていただきました。山根さんからの回答は、劇場は、外だけではなくて、インフラ、電気ガスそして空調などいろいろとそういう部分が厳しいという話がありました。なんで一度休館して、解体して、そして、行政含めてこれからを相談していると。別に聞いた話ですけども、ここ30年、舞台の機器の、仕組みがその前と全然違うと。周り舞台とかものすごい機構、あとコンピューター制御で全部駆動しているというところで、舞台の逆に、老朽化またはそういうインフラ設備の老朽化は早くなっているそうです。山根さんからの回答では、大阪他の劇場、新歌舞伎座以外もスカイシアターというところで、ハムレットもしますと。あと、南座はインバウンド、古典、そして、若い俳優など多様的にやっているということで、これからもお客様に喜んでほしいと。でやはり理由としては老朽化が一番のメインだと。で関係者と協力しているので、もう少し詳細発表までお待ちくださいという話がありました。以上、今日本当に質問10問出て、議長の高橋社長が丁寧に回答を促して、いろんな役員さんが回答してました。山根さん大活躍でした。やっぱりみんなの歌舞伎または演劇に注目が集まります。ちなみに売上でいうと、映像関連事業が529億、演劇事業が272億、不動産事業が146億、そしてその他の事業が34億です。ということで、今日は松竹の株主総会でした。130周年160回ということで、無事にここまで来られたこと、本当に松竹の皆さん、ありがとうございます。お疲れ様でした。これからも歌舞伎を応援しましょう。あさっては今度は、株式会社歌舞伎座の株主総会も行く予定です。そしてまた6月の歌舞伎も私が見て、ランキング速報をお届けします。こういういろんな情報は LINE 公式でも発信しているので、ぜひご覧ください。そして歌舞伎愛にその情報は残してますし、いろんな全国の歌舞伎の感想をいろんな方が書いてくださってます。そちらもぜひご覧ください。ということで、今日は松竹の株主総会でした。それではまた皆さんお会いしましょう。歌舞伎 YouTuber 電脳バフでした。それではまた。